も1時間30分ほど余計に時間がかかります。今回利用した切符はフラットこだま切符です。この切符はこだま号しか利用できない代わりに東京駅まで格安で移動できます。今回の旅のパートがこだまです。今回は追加で料金を払いグリーン車にグレードアップしました。10時54分発こだま720号東京行き、こちらに乗車します。今回は4時間の行程を19分に短くしてお送りします。各駅に停車するといっても車両はのぞみと全く同じです。乗り心地は完璧です。快適なグリーン車のシートが並んでいます。今日私たちがお世話になる席はこちらです。この快適な席に4時間も座れるなんてワクワクが止まりません。もちろん各席にコンセントがあります。お弁当とビールをテーブルにセッティングします。準備は万端です。これで東京まで怖いものは何もありません。我慢できずにビールを先にいただいちゃいました。ビールはこの後京都を過ぎた頃にはなくなってしまいました。新大阪を出発し、すべての各駅にこまめに停車していきます。割と長く停車する駅も結構あります。いよいよ出発の時です。新幹線各駅停車、4時間の旅の始まりです。言わずと知れた東海道新幹線のこの区間、すべての駅に停車していきます。フラットこだま切符のお値段ですが、ドリンク引換券がついて1900円、グリーン車だと12300円です。ドリンクは先ほど登場した缶ビールに引き換えました。わずか1400円の追加でグリーン車にグレードアップできます。今回の工程を割引なしで利用すると19270円なので、なんと6970円もお得になります。なお、乗車時期により値段が変わるほか、乗り遅れ不可、途中乗降不可など制約がありますので、ご利用の際はご注意ください。車内は静かで超快適です。何時間でも乗っていられそうです。各駅に止まりますと放送で言われると、もう頑張るしかないです。当時の五重塔が見えてきました。京都駅に到着です。今回は右側の席を予約しました。車窓の景色を楽しみながら先を急ぎます。ただ、先は恐ろしく長いです。のぞみで急いで東京に行って東京を観光するのも良いですが、のんびり移動して車窓を楽しむのもきっと良いはずです。右の車窓が見慣れてないのでかなり新鮮な気がします。たくさん路線路が現れました。
業たちです。岐阜羽島駅に到着しました。この駅をゆっくり見るのは初めてです。停車時間があるのでホームに降りてみます。さすが新幹線の駅です。結構広いです。岐阜羽島駅で降りるのはこれが初めてです。通過するとき、いつもちらっと見える名鉄電車が止まっています。名鉄新羽島駅です。駅前広場もかなり開けた感じがします。そろそろ戻らないといけませんね。乗り遅れたら大変なことになってしまいます。無事戻ることができました。岐阜羽島駅を出発しました。この東横イン、絶対トレインニューですよね。名古屋駅に到着しました。名古屋駅では6分間の停車時間があります。ホームをうろうろ徘徊しています。6分間ではあまり遠くへ行けず、ただホームを歩くだけでした。駅弁ももう買ってるし。大量の米田コーヒーが並んでいました。さすが名古屋です。名古屋を出発するとすぐ近鉄線と JR 関西本線車庫への線路が見えてきます。お弁当タイムの始まりです。ビールはすでに全て飲んでしまいました。お茶とともにいただきます。三河安城駅です。そうです、あの三河安城駅です。東京から名古屋へ向かうとき、ただいま三河安城駅を時刻通りに通過しましたの三河安城駅です。そして次は豊橋駅に到着しました。だいたいこの辺りで半分来たくらいでしょうか。まだまだ先は長いです。もうすぐ浜名湖付近です。今ちょうど反対側には浜名湖が見えていると思います。浜名湖の景色も良いですが、海側もすごくいいです。ちらっと鳥居が見えました。弁天島駅付近を通過しています。東海道線の線路はかなり近くを走っています。
今上り線が対比線に入りました。下り線はまだ対比線がありません。延々対比線を走っている上り線。この特徴がある駅構造は掛川駅です。どこまで続く対比線。ようやく下りの対比線が見えてきました。この構造のおかげで最短時間で追い越しをすることができます。やっと駅に到着です。本当に止まるとすぐに列車が追い越していきました。頂上付近に雲があります。夏は富士山が綺麗に見えることは少ないそうです。新富士駅に着きました。降りてみます。ここから富士山はよく見えません。こんな風な富士山が見てみたい。新富士駅を出発しました。かなり旅のゴールは近づいてきました。三島駅の特徴的な高架が見えてきました。三島駅の新幹線、留置線です。動画もぜひご覧ください。熱海駅に到着しました。普段は一瞬で通過する駅に停車するのも良いものです。駅間の速度はのぞみとほとんど遜色はありません。結構高速で走っていきます。小田原駅です。もうここまで来たら在来線でも余裕で東京に行ける距離です。思えば長い道のりでした。嬉しくもあり、旅の終わる寂しさもあります。この風景は武蔵小杉駅です。品川まであと少しです。この駅を過ぎると一気に都会の景色になります。
か。ゆっくりと、そして確実に追い抜いていきます。品川駅を出発しました。ちょうど今、品川の車庫の辺りでしょうか。長かった旅もいよいよ終わります。新大阪から3時間54分の旅でした。途中、停車時間のある駅では、ホームに下車して過ごしたこだまで行く各駅の旅。正直、時間は長かったですが、とても楽しかったです。たまには、のんびりと各駅に停車しての旅も良いものです。それが時間を急ぐ新幹線であってもです。4時間ゆっくり過ごすことができました。グリーン車のふかふかのシートにも感謝です。このシートでないとかなり辛かったと思います。まもなく東京駅に着きます。これからも旅行、鉄道旅、ホテル等の紹介動画を投稿していきますので、コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。